皆さんこんにちは、斉藤正光です。今日はマインクラフトのラージチェスト風のスパイスボックスを作っていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。今回はウォールナットとチェリーを使いました。それぞれの材料を短冊状にカットしてもう一度つなぎ合わせます。こうすることでブロックのように見えるようになります。少し手間はかかりますが地道にやっていきます。これは側面になる部分のパーツです。クランプでしっかりと圧着していきます。これは上面に来るパーツの接着です。少し柄が違いますね。これもクランプでしっかりと圧着していきます。これは四隅をトリムする部分のパーツになります。自動カンナで表面をきれいにしていきます。接着の跡が消えてきれいになりましたね。クロスカットをするときは必ずストップブロックを使いましょう。先ほどきれいに並べて接着し直したものを横切りクロスカットしていきます。こうすることで正方形の形が現れます。ただ今回これで全面を覆わなければいけないのでものすごい数のクロスカットをこなすことになりました。とにかくカットしてカットし続けます。地面に落ちようが気にせずひたすらカットを続けます。手間はかかりますが独創的なパターンのためには必要な作業ですね。ようやくカットし終わりましたので部位別にパーツを集め直します。そして日本の北海道の間伐材を使った白樺合板の上に並べていきます。小口を上に見せながら、そして木目が揃ってしまわないように入れ替えたり時々ひっくり返したりしながら木目ができるだけばらついてマイクラっぽく見えるように工夫していきます。側面と上面合わせて5面分準備しました。並べた木目のパターンがそのまま並ぶようにもう一度接着し直します。ここではちょっと接着剤をつけすぎましたね。このように並べて一つのボードにもう一度接着していきます。接着剤を拭き取りながら5枚のボードを作っていきます。木をカットしてバラバラにしてもう一度接着してを何度も繰り返しています。正直手間がかかりますが最後に完成した時に自分の思ったパターンになっていることをイメージしながらひたすら続けていきます。5枚の板の接着が終わりました。微妙な段差があったり接着剤も完全には拭いきれていません。ここからクリーンナップが必要になります。ただパターンは思っていた通りになりそうな予感です。自動カンナという道具を使って表面をきれいにしていくときに
端が欠けてしまわないように面取りをつけています。本来小口を見せたスタイルのものは自動カンナにかけてはいけないのですが、なんとかこの機械でやり通そうと頑張っています。本来の使い方ではないですが、ほんの少しずつ削ることでうまくいっています。ところがちょっとした段差に引っかかって割れてしまいました。気を取り直して余っていたピースをもう一度接着し直します。表面がきれいになったら白樺合板の上に接着していきます。手前側は一つの平面になるように、フラッシュになるようにクランプでしっかりと留めていきます。この手前の面が基準面になるので、はみ出た接着剤はきっちりと拭き取っておきます。その基準面の反対側はテーブル層でカットして、一定の幅の板を作ることができます。最後に厚さを整えます。もう一度自動カンナに挑戦です。今度はうまくいきましたね。そして各板の端を45度にカットしていきます。できるだけ角が美しく見えるようにマイターボックスにしていきます。底板が入る溝も掘っておきます。すべての位置が一定になるように同時に加工しておきます。そして上面に板が入るように溝を掘っておきます。これも同じように同時加工しておきます。角からはみ出た接着剤が後で処理するのはとても大変なので、ブルーテープでマスキングしておきます。こうすると後の処理が楽になります。底板が入る部分も同様です。接着剤がはみ出てもブルーテープの上に乗ってくれれば後の処理は楽になります。ギリギリを攻めてブルーテープを貼っておきます。外側にもブルーテープを貼っておきます。最後に45度面と底板の部分に接着剤をきっちり塗布してぐるっと丸めれば箱の出来上がりです。最後の角もブルーテープで留めておきます。最後にクランプを使って圧着しておきます。最後に上面の板を接着するのですが、この時もやはり接着剤がはみ出てしまうのでブルーテープでマスキングしておきます。接着剤を塗って上面の板を取り付けるのですが、いろいろあって精度が悪く、こんなに隙間が空いてしまいました。仕方ないのでペーパーになった薄いウォールナットの板を作り出して接着しておきました。なんとか修正することができました。形になってきましたね。あとはこの上面の板を少し厚く作っていたので、その段差を取り除くだけです。ほんの少し削りたいので自動カンナを使って取っていきます。いろいろ理由はあったのですが、もう一度チャレンジしています。うまくいくはずだったのですが、またもや欠けてしまいました。これは自分のミスですね。もう一度その部分に予備のパーツを接着できるように準備します。
溝を掘っておいて、そこにもう一度小口を表面に見せるように長方形のピースを接着していきます。どうでしょう。なんとか目立たなくなったと思います。ここまで来たら、あとはひたすら削るだけです。120番のサンドペーパーから始めて、180番、240番、320番と目を細かくしていきます。とにかくひたすら平面を機械で磨いていきます。ただ角はやはり手加工で磨いていっています。最終的には400番のペーパーで全面を仕上げました。さあ、ようやくこの瞬間がやってきましたね。どういう木目が現れてくるでしょうか。えぐれたところを何度も修正したので、接着剤の塗布が多くオイルが染み込まない場所がありました。そういった場所はオイルをつけながらもう一度研磨しています。最後にもう一度オイルをつけて400番の耐水ペーパーで磨いています。最終的に600番で磨きました。空研ぎよりもオイルで研ぐ方が最後の表面が滑らかになります。完成した箱を2つに分割していきます。ほんの少し内側に切れてない場所が残るようにテーブルソーでカットしていきます。このように少し段差が残りましたね。これをカンナで仕上げていきます。ここまで来ると失敗が許されないので、緊張すると同時にとても慎重になります。最終的に平面を出すためにサンドペーパーを作業台に貼り付けて平面研磨していきます。作業台の平面を利用して全体を均一な平面にする方法です。上側下側とも平面を出しておきます。最後の最後、細かいところはやはり手で研磨していくしかありませんね。気持ちよく使えるように角を落としておきます。ヒンジを取り付けておきます。ヒンジの形を写し取って大部分をトリマーで彫っておきます。角はのみで仕上げておきます。できるだけセンターに下穴を開けたいのでポンチで跡をつけています。下穴を開けた後、
ネジで留めていきます。手前側にロックを取り付けていきます。この調整が非常に難しかったです。箱の内側も塗装しておきます。外側もセカンドコートをしておきます。中に入れるスパイスボックスの仕切りを作っておきます。IKEA のスパイスの瓶を使いました。ようやく完成しました。いろいろありましたが、なんとか完成させることができました。上面もこの通り。修正を繰り返した割には、まあうまくいったんじゃないでしょうか。大好きな白樺合板の断面は隠さずにそのまま使いました。初めて取り付けたヒンジもまあなんとか許容範囲でしょうか。いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画を気に入ってくれたら嬉しいです。少しでもこの動画役に立ったと思っていただけたらチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。